おはようございます。たかしです。本日は12月27日水曜日、ただいま10時57分。それではポンド円とドル円の相場分析をやっていきましょう。最初にお知らせです。年末年始に勉強していただけるようにお悩み解決動画集を作りました。初心者から中級者の方がぶつかりやすい悩みの壁を休暇中に克服できるように動画でしっかり学んでいってください。詳細は概要欄をご覧ください。では前半はポンド円、後半はドル円をやっていきます。まずはポンド円の冷やしからですね。本日朝方から上昇傾向になっておりますが、今はこの緑の平行チャンネルの中で動いております。その平行チャンネルの下限付近から現在反発中というところですね。ただ GMMA の青帯は今上から下落してきておりますので、過去の動きを見ていただいても GMMA の青帯付近からの下落になっておりますので、今 GMMA の青帯まで少し距離がありますので、そこまでの上昇の可能性は考えますが、再びそのあたりまで上昇してくるとそこから下落という、そういう動き方の想定ができます。現在 GMMA の青帯がだいたい183円少し上ぐらいにありますので、結構上昇幅としてはあるんですね。ただインジケーターは方向感なく動いておりますので、現在地から GMMA の青帯まで上昇する可能性はありますが、当然今平行チャンネルの下限付近に張り付いておりますので、ここからもう一段下げてくるということも考えられます。その場合はピンク丸の安値ですね。ここに白い水平線を引いてますが、178円ぐらい、そのあたりまでの下落の可能性、もしくは上昇するのであれば GMMA の青帯ぐらいまでというところ、現在は平行チャンネルの下限で反発している雰囲気ですので、ここから GMMA ぐらいまで上昇する可能性はありますが、その辺は買い足のトレンドに乗っていくのがいいと思います。現在は上昇も下落もどちらもしやすいところにあるということはお忘れのないようにお願いします。では4時間足です。4時間足は下落トレンド中なんですね。日足の GMMA が今上から下がってきておりますので、日足単位の大きな下落トレンドに入りそうな中で、4時間足は現在進行形で下落トレンド中、高値を切り下げ、安値を更新してきているんですね。ただ、ここのところ直近の動きを見てますと、12月の頭ぐらいからはレンジになっているんですね。この白い水平線、日本の白い水平線で挟まれた間でのざっくりですがレンジとなっております。そして現在はそのレンジ中央付近にありますので、ここからは上昇するかもしれないけど、下落するかもしれないという分かりにくいところまで到達しました。ストキャスティクスは高値圏にありますね。そろそろ高値圏からの下落に向かってもおかしくない。過去のこの高値圏での動きを見ていると、黄色丸のところからの下落って比較的大きく下落しておりますので、現在地付近から下落していく可能性も考えておきたいですね。そしてちょうど現在地っていうのは何かのパターンが見えますね。一旦動画を止めて考えてみてください。では答えですが、ここ3尊ですね。こんな感じの3尊がイメージできますので、今3尊の右肩を作りに行っているのかなという感じ。ちょうど左肩付近まで今朝方の上昇で上がってきましたので、ここからは下落していく可能性を考えておきたいです。ちょうどストキャスティクスも高値圏に来ておりますので、そろそろ下落してもおかしくないのかなとは感じますが、ただ今朝方から強みに上昇してきてますので、上抜けるということも考えられます。上抜けた場合はこのオレンジの水平線ですね。182.8ぐらいまでの上昇を考えておきたいです。そうすると先ほど日足で言っておりました日足の GMMA、 そのあたりまで下落してきておりますので、オレンジの水平線ぐらいまで上昇していけば、そこからは日足単位の下落に再び入ってくる可能性を考えておきたい。なので本日は現在地から 182.8 まで上昇できるのか、それとも現在地から3尊を描いて下落するのかっていうところを見ておけるといいと思います。では1時間足です。1時間足にはさらにもう1本線を足しております。ちょうど3尊の左肩と言っていたこの部分ですね。ここの過去の3尊の左肩の部分に白い水平線を描いております。それが現在オレンジの水平線と白の水平線の間で今はいるんですが、ここをどちらに抜けるかですね。このオレンジの水平線 181.177 というところを下回ってくると、先ほど4時間足で言ってました3尊完成からの下落をイメージしますし、この白の水平線を上回ってくると、先ほど日足で言ってました 182.8 付近、日足の GMMA 付近
きまで上昇していくと考えますので、ちょうど現在地っていうのがその分かれ道なのかなと思っております。こんな感じですね。矢印を描きましたので、現在地の 181.7 付近というところからそこを上抜けられるのか、そこから下落していくのかっていうところに注目しておくのが分かりやすそうです。では次はドル円の冷やしを見ていきましょう。ドル円は平行チャンネルを下抜け、そこからはただ底堅い動きをしているんですね。動きとしてはポンド円と似ているんです。GMMA の青帯は上から下落中、その青帯付近まで今上昇してもおかしくない、そんな雰囲気も感じます。底堅い動きはしているんですが、上値もかなり重そう。ここのところずっとローソク足は小さいですよね。ですので本日も一旦上昇は1時間足単位で上昇してきたんですけれども、明確な動きにつながるかどうかっていうとちょっと微妙な感じもします。インジケーターはこちらも方向感がありません。ただマクディがゴールデンクロスしてきてますので、ここから上昇していくかもしれませんが、ちょっと上値が重いので一度下落してからの上昇みたいな動きをしてくる可能性も考えておきたいですね。では4時間足です。日足では一旦上昇しそうな雰囲気も感じるんですが、4時間足を見ていると上昇したところにはすぐトレンドラインがありますので、ちょっとその辺は気になるところです。現在は白いトレンドラインに沿って過去何度も1、2、3、4、5回下落してきております。ですので今回もトレンドラインにぶつかればそこからの下落をイメージしておきたいですね。現在は GMMA の青帯にも接触してきておりますので、ここから下落する可能性は十分あるところに来ております。ただストキャスティクスの動きがちょっと汚いので、もしかするとこの白のトレンドラインを上抜けてくるかもしれませんが、その場合は外側のトレンドラインですね。現在地から垂直に上昇した場合、外側のトレンドラインはだいたい144円付近になりますので、そのあたりまでの上昇は考えておきたいですが、上昇していたとしてもここのところの動きを見てるとやはり上値は重いと思いますので、あまりどんどん上昇できるっていうイメージではなく、ある程度上昇したところでは下落してくる。今ですとトレンドラインにぶつかって下落してくるとは言っても、また底堅い動きをするんだろうなとも思いますので、その辺の動きですね。今は上がったら売られるし、下がったら買われるという狭い値幅での動きになってきておりますので、その辺を見ながらトレードしていく必要があります。では1時間足です。本日朝方から上昇してきておりますね。そして GMMA の青帯は今下向きから横向き、そして上向きに変わろうとしております。ただ先ほど言った4時間足のトレンドラインもすぐ上にありますので、現在地から上昇してくれば 143.3 付近ですね。そのあたりまでの上昇余地はあるんですが、その辺付近まで上昇してくれば今度は4時間足単位の大きな下落が入りやすいポイントに来ますので、今は短期的に上昇してきてますが、上昇したところは売られやすい。そして先ほど言いましたように、ここ最近の動きを見ていてもかなり底堅い動きをしてますので、下がったところは買われやすい。そういう相場になっておりますので、目線をコロコロ変えながら、上がったところでは売りを検討、下がったところでは買いを検討。ですので、どんどん上昇するとか、どんどん下落するっていう、そういうイメージではなくって、上昇すれば次は売りポイントを探していって、下落すれば買いポイントを探すという、そういう感じのトレードをしていくと、やりやすいかもしれませんね。ただ、年末、そして月末ですので、無理なトレードは極力控えていくのがいいと思います。それでは本日は以上です。この動画がわかりやすいと思ったら、いいねとチャンネル登録をお願いします。そして最後にお知らせです。ノートのメンバーシップ会員を募集中です。毎朝更新の相場分析に加え、週末には分かりやすいスキルアップ動画を投稿しています。FX で勝てるかどうかは知識量の違いが決め手です。週末動画でどんどんその知識を蓄えていってください。FX を基礎から学びたい、知識レベルを上げたい、そんな方のお悩みを解決します。また、ノートでは有料マガジンを含め、複数の視聴プランをご用意しております。ノート限定の掲示板機能では、リアルタイムな相場のコメントも投稿してます。ノートメンバーシップは初月無料ですので、ご入会を検討されるなら月始めがお得です。また、限定動画だけをご希望なら YouTube メンバーシップでもご視聴いただけます。詳細は概要欄をご覧ください。それでは本日も最後までご視聴ありがとうございました。たかしでした。バイバイ。